今回はリクエストがね、ありましたので、私の愛用している道具をご紹介したいと思います。潮流付け立て筆ですね。万能筆とよく言われていますね。付け立てから細い線も引けますし、細かな点も打てます。私は大中小とあるんですけれど、大を使います。普通の付け立て筆潮流よりも実は穂先を少し短く作ってもらっています。それによって腰が強くなってさばきが大変良くなりますので使いやすいと思います。それから削用筆ですね。削用筆の台を使っています。ただしこの削用筆もオリジナルでして、本来の削用筆は線を引くために作られた筆なんですけれど、私は羊毛をそこにかぶせていただいて、潮流の小筆としても使えるように配慮してあります。細かな表現とか、芯材がイタチの毛が入ってますので、非常にコシがあって細い線がスムーズに引けますので、線描法にやっぱり適していると思います。面相筆ですね。私は中を主に使っています。これも大中小とありますけれど、ほとんど中で全てのものが書けると思います。植物の葉っぱの葉脈を描いたり、それから花の花芯を描いたりですね。やはり削用筆ではちょっと扱いにくい細い線を引くときに便利だと思います。またこれは波形ですね。6センチ幅のを愛用しています。ほとんど6センチ幅の刷毛でほとんどのものが描けると思いますけれど、対策を描くときはまた幅の広いものを揃えるといいと思います。よく使う墨、例えば生徒さんにもおすすめしている墨です。これは千住という墨で非常に濃さが出ますね。清木なんですけれど濃さがよく出ます。それから淡木の表現も非常に綺麗に出ますので、濃淡の幅が広いですね。ということで表現力に優れているということでこれよく使います。ちょっと品のある色目となると星雲ですね。これは青みがちょっと千住よりも強い墨で時々こちらの方も使っています。これは玉蘭と言いまして、半紙ですね。生徒さんが稽古するために私が用意した紙で、たくさんの半紙を私いろいろ実験してみましたけど、非常に運筆もスムーズですし、それから濃淡の表現も非常にコントロールが効きます。淡木の切れ味も大変素晴らしいと思います。おすすめですね。私が YouTube で書いたものにもこの玉蘭で書いてお見せする部分がたくさんあったと思います。これは大東紙と言います。全紙版でありますが、非常ににじみが適当で綺麗なにじみが出ます。大東紙、これは大きな東の紙というふうな字で書きますけど、大東紙ですね。これも生徒さんの大半は F の30号まで取れますので、非常に便利な全紙版ではないかなと思います。それから私がよく愛用している紙、神号紙、神様の神にふるさとの号ですね。神号紙と言います。構造 100% 紙で非常に白が際立っていますので、墨の発色がきれいにできます。1号と2号があるんですけど、2号の方ですね。今大変高くなってしまって一般的ではなくなっていますけれど、対策を書いてみようかなと思う時なんかはおすすめですね。皆さんもお使いください。霧吹きを説明したいと思います。本来霧吹きとなるとですね、このような大型の機械式の霧吹きがありますね。
これは非常に霧が細かく出て、そして大きな面積も切り置くことができますけれど、やはりちょっと重いし、例えば教室などに通う時にはちょっと持て余すかなと思いますね。そこで私はこういったものを使っております。これはこのようになっておりまして、こちらから水を入れて、そして実はここがポンプになってますね。ここがポンプになってます。これで、空気を入れてですね、圧縮空気を入れて、これで霧を出します。非常に細かな霧が長時間出ますので、とても便利な道具だと思います。軽いですし、携帯に便利ですね。おすすめです。以上が私が愛用している道具の説明でした。もしそれらをご希望の場合はですね、概要欄をご覧になってみてください。よろしくお願いします。